はいどうも、むしょりチャンネルです。実はミヤマカラスアゲハの飼育のためにベランダにカラスザンショウを育ててるんですけども、このカラスザンショウにとあるものがついていました。それがこちら、ナミアゲハの幼虫です。はい、カラスザンショウはミカン科の植物で、ミヤマカラスアゲハだけでなくカラスアゲハ、クロアゲハ、ナミアゲハなどが産卵に訪れます。このカラスザンショウはうちのミヤマカラスアゲハの飼育産卵用に育ててるんで、このままではついてるナミアゲハの幼虫たちにこの木の葉っぱを全部食べられてしまいます。このようにベランダに普通に生えてるカラスザンショウでもナミアゲハは普通に産卵してきます。家の近所を探しても簡単にナミアゲハ見つかるんですけども、ベランダに普通にみかんを植えとくだけでナミアゲハは卵を産んでくれます。あ、ここにシュウレイ幼虫がいました。シュウレイ幼虫が食べたせいでこの新芽は葉っぱが全部なくなっていますね。今家にミヤマカラスアゲハのジャクレイ幼虫がいるんですけども、硬い葉っぱは食べないんですよ。新しい柔らかい葉っぱしか食べないんで、こういう柔らかい葉っぱを食べられてしまうとミヤマカラスアゲハの飼育がうまくいかなくなってしまいます。なのでこの幼虫たちは一旦このカラスザンショウから取って別で飼育していきましょう。いや、かわいいね。めちゃめちゃプニプニで可愛いですけど、うちのカラスザンショウを食べ尽くされたら困るからね。悪いけど一度タッパーの方に戻っていってください。全部で6匹の幼虫を集めることができました。これからね、この幼虫たちはベランダのカラスザンショウではなく部屋の中で育ってもらいましょう。はい、ということで持ってまいりました。プリンカップ特大。こちら便利すぎて勢い余って50個セットで買ってしまいました。今回はアゲハチョウをこのプリンカップで飼育していきたいと思います。で、どうして飼育にプリンカップを使うかというと、この口が密閉しすぎなくてちょうどよく水分を外に出してくれるから、餌の鮮度を保ちつつ中が水滴だらけにならない、ちょうどいい隙間具合なんですよね。食品用のタッパーでやると密閉しすぎて結露が発生して中の幼虫が水浸しになって弱ってしまいます。なので僕はアゲハチョウ系の飼育ではこのプリンカップを使っています。ということで早速このプリンカップにティッシュを1枚敷きまして、近所の公園で取ってきたカラスザンショウの葉っぱですね。やっぱアゲハチョウを飼育するときは近場で食草を手に入れられる場所を見つけておくのが必須ですよね。はい、そしたらこれをそのままドバッと入れまして、ここにアゲハの幼虫たちを入れていきます。かわいいね。はい、そしたら蓋をして1日1回ティッシュと糞の掃除をして餌を変えることでナミアゲハの幼虫を飼育することができます。いっぱい食べて大きくなってね。そしてですね、なんとプリンカップを注文して届くまでの間に1匹ナミアゲハが全幼になってました。こちらシュウレイ幼虫がさなぎになる前段階に入った姿、全幼でございます。全幼はこのように体を丸めて、体の色も若干変わって透き通ったような色になります。ナミアゲハの場合、糸を吐いて体を固定してさなぎになります。ですがこの幼虫は狭いタッパーの中で全幼になってしまったので、糸でうまく体を固定できませんでした。それでも実は大丈夫で、ナミアゲハはこのままティッシュでくるんで、このようにタッパーに平置きにしても全く問題なくさなぎになってくれます。ということでね、この子はこの中でさなぎになってもらって、こちらの幼虫たちもねどんどん大きくなってさなぎになっていくと思うので、飼育続けていきたいと思います。プリンカップは虫舎などの昆虫用品店の店舗か通販で買えるんですけども、100均の大きめのタッパーでも大丈夫です。その場合ね、できるだけこういう空気穴付きのやつか、もしくはタッパーの蓋に大きな穴を開けて内側に水滴が結露しないようにしてください。ということでアゲハチョウの飼育続けていきたいと思います。アゲハの幼虫が餌をもぐもぐ食べている姿、ずっと見ていられますね。とても可愛いです。この可愛いナミアゲハ、秋齢の間だけこの緑色の姿なんですが、実はこの見た目の期間がとっても短く5から7日と言われており、1週間弱もしたらすぐさなぎになってしまいます。卵からさなぎになるまでも約1ヶ月弱と短く、あっという間に育ってしまいます。可愛い期間は短いんですね。ずっと幼虫でいてくれたらいいのに。ちょっと餌が少なくなっているので餌を変えていきたいと思います。まずはケースの中のティッシュと糞を全て捨てます。そしてケースの底に新しいティッシュを1枚敷いて、餌のカラスザンショウを入れて、最後に幼虫をケースに戻します。少し今この餌のカラスザンショウの葉っぱが濡れているんで、1時間ぐらい蓋を開けてこの水分を飛ばします。この水滴がついてると本当に幼虫が病気になりやすいんで、こういうところを気をつけます。餌を冷蔵庫に保管してるとどうしても葉っぱに水滴がついてしまうんですよね。入れる時に気をつけましょう。
はい、2個体だけ最後まで成長してくれてさなぎになってくれました。アゲハの幼虫は結構病気になりやすく、かなり気をつけていたんですけども、病気にかかった個体が出てしまいました。これでも野外よりは生存率が高く、野外個体は100匹に 1,2 匹しか成虫になれないと言われています。さて、この生き残りのさなぎですけど、左の1匹はもう羽化間近で中の模様が透けていますね。目も触覚も羽もしっかり形成されていて、羽は鱗粉の色まではっきり観察できます。このように蝶のさなぎは羽化が近づくと色が変わります。ということで、このアゲハのさなぎは羽化セットを用意して羽化の様子を観察してみましょう。はい、撮影用にメモ立てを用意しました。クリップで枝を挟んで固定して、キッチンペーパーを短冊状に切ります。そしてそれを丸めて三角コーンの形にして、ガムテープを貼り付けて羽化ケースを作ります。ケースをメモ立てにガム手で貼り付けて、そこに羽化間近のさなぎを入れます。さなぎには向きがあります。羽化した時、足で枝につかまりやすいように枝に顔を向けて羽化ケースにゆっくり入れましょう。これで準備は OK。 あとは羽化するまでじっと待ちましょう。はい、カメラの電源が切れた瞬間に羽化してしまいました。羽化したアゲハはわずか数分の間にさなぎから脱出して羽をここまで伸ばします。羽化の瞬間を見逃したのは悔しいですが、無事綺麗に羽化してくれました。羽化したアゲハの羽はまだ柔らかく、数時間は飛ぶことができません。この羽が固まるまでしばらく枝にぶら下がって、羽がくしゃくしゃにならないようにする必要があります。羽が固まるまではストロー状の口を動かしたり、羽を開いたり閉じたりして羽が固まるのを待ちます。今見えているのが羽の裏面で、羽を開いた時に見えるのが羽の表面です。羽の裏面の青とオレンジの鱗粉が美しいですね。ちなみにこの個体はメスです。オスとメスの見分け方はいろいろあるんですが、腹部先端の形状で確実に見分けることができます。オスだとメスの腹部をつかむ把握器がついているのですが、ついていないためこれはメスだと分かります。はい、2匹目のさなぎも羽化間近になったため、羽化の様子を観察していきましょう。このさなぎは糸が残っていたので、糸のついた枝をメモ立てに固定しました。あとは羽化するまでじっと待ちましょう。はい、なかなか羽化しなかったので油断してカメラを電源を切った瞬間にさなぎが羽化してしまいました。蝶の羽化の観察はめちゃめちゃ根気がいる作業で、一瞬でも油断できませんね。次回はさなぎから出る瞬間をバッチリ撮影したいです。この個体も羽が固まるまでしばらく枝に止まらせてそっとしておきます。ある程度羽が固まったので性別を確認しましょう。腹部先端に把握器というメスの腹部をつかむための器官が見られます。交尾の際、ここがパカッと開いてメスの腹部をつかみます。ということでこの個体はオスです。オスとメスが1匹ずつ羽化してくれましたね。蝶のオスとメスの割合は基本的に1対1で、野外でメスの観察が難しい種類の蝶でも飼育することで簡単にメスを観察することができます。オスの羽の裏面にも青とオレンジの鱗粉があってとても綺麗ですね。ただ黄色いだけの蝶ではなく、実はいろいろな色の鱗粉を持っていることがわかります。はい、羽化してくれたアゲハチョウに餌をあげたいと思います。今回はこれ、蜂蜜。いつもはポカリスエットを与えるんですけども、今回は家に蜂蜜があったのでこれを与えていきます。まずはこれを水に溶かして蜂蜜水を作ります。これで餌の完成です。次にスポイトを使って餌を口に直接運びます。羽を親指と人差し指、中指で優しく掴んで、ストロー状の口の先端に水滴をつけてあげます。するとアゲハチョウは糖分を感じ取り、口を伸ばして餌を吸おうとします。お腹が空いていれば餌を一生懸命吸って、このように指を離しても飛ばなくなります。スポイトを使わずにティッシュに餌を含ませて口に近づけるのでも大丈夫です。口を伸ばして餌を一生懸命吸っている姿も可愛いですね。アゲハチョウの成虫を長生きさせるためには1日1回は餌をあげるようにしましょう。はい、餌をあげ終わったので昆虫ネットに戻します。というわけでベランダに来たアゲハチョウの幼虫育ててみましたけど、無事2匹羽化させることができました。じゃあね、この子たちは標本にしてしまうのもかわいそうなので、この同じベランダで逃がしましょうか。バイバイ。はい、というわけで今回はベランダに来たアゲハチョウを育ててみました。うちにカラスザンショウがある限りね、
またアゲハチョウやってくると思うんで、またアゲハチョウ育てられるといいですね。というわけで今回の動画はこの辺でおしまいにしたいと思います。バイバイ。